皆さんこんにちは。今日はピラミッド地下の秘密について詳しく見ていきましょう。ピラミッド自体の巨大さに加え、その内部構造の複雑さは古代文明の技術力を物語っています。特に注目したいのが、ピラミッド直下に広がると言われている地下空間の存在です。現在確認されている空間はわずかですが、これらを手がかりに未知の地下迷宮が広がっているのではないかと推測されています。例えばギザのクフ王のピラミッドの直下には、長さ約100メートルの地下通路が発見されています。この通路は岩盤を掘り抜いて作られており、正確な作業と巧みな設計によって完成されたと考えられています。さらにこの通路から、現在未確認の空間につながる入り口が複数発見されています。これらが実際につながっていれば、ピラミッド下に巨大な空間が存在する可能性が高くなります。こうした地下空間の存在を示唆するものとして、古代文献での言及が挙げられます。ヘロドトスはピラミッド地下に人工の地下水路があると記しています。また、ストラボは地下宮殿が存在すると言及しています。これらの証言から、ピラミッド建設当初から巨大な地下空間が設計されていた可能性が高まります。つまり、今見られる構造物の地上部分はほんの一部に過ぎない、という事実が浮かび上がってくるのです。最近の探査では、ピラミッドの内部に隠された空洞の存在が徐々に明らかになってきました。スキャン探査によって、これまで知られていなかった空間の存在が確認されたのです。とりわけ注目されているのが、ギザのカフレ王のピラミッド内部にある巨大な空間です。この空間には現在のところ入り口がなく、その目的や意義は不明です。しかし巨大な空洞があることは確かなようです。また、同ピラミッド地下にある未確認の空間についても、レーダー探査によってその存在が示唆されています。これらの空間がつながっているとすれば、まさに広大な地下の迷宮が存在する可能性があります。ではこれらの地下空間の目的は何だったのでしょうか？一般的には墓室や埋葬用の空間と考えられがちですが、規模が大きすぎるという指摘があります。そこで、宗教的な目的や秘密の儀式のためのスペースだったのではないかと推測されています。つまりピラミッド自体が宗教施設としての側面を併せ持っていたとも考えられるのです。さらに、地下空間がエネルギーラインの交点に位置するという指摘もあります。つまり、地球からエネルギーを集めるための装置だった可能性さえあるのです。もし地下に広大な地下空間ネットワークが存在すれば、その規模と完成度は想像を絶するものとなるでしょう。現代の土木技術をもってしても作り出せないような巨大建造物だったのかもしれません。今後の探査によって、こうした地下空間の全容が徐々に明らかになっていくことでしょう。もしかするとピラミッド単体では想像もつかない、大規模な地下施設群の存在が判明するのかもしれません。その目的が何であれ、建設には途方もない労力と技術力が注ぎ込まれていたことは間違いありません。単なる埋葬施設を超える、何らかの重大な目的があったに違いないのです。宗教的、科学的、さらには超常的な目的まで、様々な可能性が考えられます。地下空間の全容が明らかになれば、ピラミッドの本当の目的にも一歩近づけるかもしれません。そしてそれは、単なる古代史の解明にとどまらず、人類の知的、精神的探求にも大きな示唆を与えるはずです。宇宙や神秘への扉を開く鍵が、あのピラミッド地下に隠されているのかもしれません。ピラミッドの地下空間の全容解明は、人類の知的資産を飛躍的に高める重要な基礎研究となり得るのです。引き続き、ピラミッド地下空間の秘密に迫っていきましょう。
最新の地球物理学的探査によってピラミッド地下に未確認の広大な空間の存在が確実視されてきました。これらの空間は単なる埋葬施設のそれをはるかに超える規模を持つと考えられています。地下レーダー探査ではこれまで知られていなかった低密度領域の存在が確認されています。これが空洞や空間を示す可能性が高いのです。さらに重力異常データからも地下に大きな空間が存在することが裏付けられつつあります。とりわけ注目されているのがスフィンクス大地の地下深くに広がる大規模なボイド領域の存在です。これは地表からスキャンした複数の物理データから推定されたもので、深さ数十メートルに及ぶ巨大な空間の存在が疑われています。このボイド領域はギザのピラミッド群のほぼ中央に位置しており、何らかの関連性が指摘されています。おそらくこの空間と各ピラミッドの地下空間がネットワークを形成していた可能性が高いのです。さらにこの巨大空間は長さ数百メートルに及ぶ地下通路につながっているとの説もあります。つまりピラミッド群全体を貫く巨大な地下迷宮の存在が考えられているわけです。これらの地下空間の目的については様々な説が存在します。儀式や宗教的行事の場所であった可能性が最も有力視されていますが、科学的な目的やエネルギー利用の目的など様々な可能性が指摘されています。中にはより大胆な仮説として古代文明が未知の科学技術を持っていたという前提からこれらの空間が高度な装置の一部だったとする説さえあります。具体的には地下空間で発生する特殊な音響共鳴現象や電磁現象を利用していた可能性が指摘されています。音響共鳴による情報伝達やエネルギー伝播など未知の原理を応用していたのかもしれません。あるいは地球からエネルギーや磁力線を収束するための巨大な装置だったという説も提唱されています。空間や通路の配置が実は地球磁場や重力場を操るためのものだったのかもしれません。最近の研究ではこうした地下施設群とピラミッドの構造そのものが深くリンクしていた可能性が示唆されています。ピラミッドの内部構造は単なる建造物のそれを超えた役割を持つ可能性があるのです。具体的にはピラミッドの内部通路の角度や向き、さらには主要部分の配置が実は地球や天体の運行と対応していたのかもしれません。つまりピラミッド自体が天体の動きを再現するための装置だったのかもしれないのです。そしてその基盤となるのが広大な地下空間ネットワークだったと考えられています。空間や通路の配置が実は未知の科学原理に基づいて設計されていたのかもしれません。例えば特定の音の周波数で空間内に生じる低在波の性質を利用して天体の運行サイクルを再現していた可能性があります。あるいは地下空間で発生する電磁共鳴現象を使って宇宙や惑星のエネルギーフィールドを再現、同調させていたのかもしれません。地球磁場との同調によって超常的な力を発生させていた可能性さえあるのです。さらには地下施設全体が巨大な粒子線検出機のような役割を果たしていたという仮説さえ提唱されています。宇宙線を高感度で観測し、未知のエネルギーを解析していたのかもしれません。こうした大胆な仮説は現代科学の範疇を超えますが、古代文明が超人的な知識を持っていた可能性を指摘する声は存在します。失われた高度科学文明の遺産がピラミッドに宿っていたのかもしれません。実際、精緻なピラミッドの作りには、現代科学をもってしても解明しきれない不可思議な点が数多く存在します。未知の原理に基づく建設技術や、おびただしい数の労働力動員、設計の精度など、多くの謎が残されているのです。
こうした謎が解けば、失われた高等文明の知的遺産に一歩近づけるかもしれません。地下施設の全貌が明らかになることで、ピラミッド建設の本当の目的にも迫れるはずです。また、そこから未知の科学原理が見えてくれば、人類の知的資産が飛躍的に高まることでしょう。新たな科学技術の開発や理論の確立につながる可能性があるのです。ひいては私たちの宇宙観さえ根本から塗り替えられるかもしれません。地下施設によって隠された英知が従来の自然観を覆す契機になるのかもしれないのです。地下空間の全貌解明は単なる歴史の謎の解明を超えて人類の知的フロンティアを開拓するための重要な基礎研究となるはずです。古代文明の残したメッセージを解読することで新たな科学の地平が切り開かれるのかもしれません。そうした可能性を秘めているからこそ、ピラミッド地下の探査にはこれからも大きな期待が寄せられることでしょう。地中の英知が私たちの地を超えた次元へと導いてくれるのかもしれません。